こんなところよ。私の実力は把握できたかしら。ありがとう。セナでいいわ。プロデューサーは担当アイドルを名前で呼ぶものでしょ。そう来なくてはね。あなたはこの私を初めてスカウトすることができた人間よ。今の私には何も問題がない。この調子で行きましょう。そんな風に言われていたら失望するところだったわ。さあ、初めてのミーティングをしましょう。プロデューサー志望の後輩として勉強させてもらうわ。はい、プロデューサー。ええ、そうね。その通りよ。それこそが獣王セナが抱える致命的な問題。どこから話したものか迷うけれど、私はずっと昔から多くのアイドルを見続けてきた。だからかしらね。特技があるの。一目でアイドルの実力や才能を見抜けるのよ。疑うのなら全校生徒のステータスを書いて見せてもいいわ。そんなに興味を示すとは思わなかったわ。だけど先輩の見立てと比較してみるのも面白そうね。ええ、鏡を見れば嫌でも見える。自分自身のステータスと残されたポテンシャルがね。私は3歳の頃からトップアイドルになるためのエリート教育を受けてきた。自分で言うのもなんだけど、強い意志を持ってレッスンを積んできたわ。必ずトップアイドルになるんだと疑問を抱いたことすらなかった。最高の環境で育ってきた。今もそう思ってる。その結果、私は1年前才能の限界まで到達した。今いるここが獣王セナの全盛期。これ以上成長することはない。学園一のアイドルと呼ばれプリマステラの称号を得て、けれどかつて夢見たトップアイドルには至れない。私を慕う生徒たちにはとても聞かせられないけれど、これが私の現状よ。さあ、どうしようかしら、プロデューサー。ダンス、ボーカル、ビジュアル、アイドルに必要な3つの要素。現時点での数値と限界まで成長した時点での数値が見える。そう考えてもらって構わないわ。私もそうあってほしいと思うわ。だからこうして未練がましく悪あがきをしているんだもの。でも見えない能力を伸ばすってどうすればいいのかしら。私生まれてから一度もやったことがないの。そうね。分かったわ、プロデューサー。やってみましょう。そこに希望があるのなら。疑うのなら全校生徒のステータスを書いて見せてもいいわ。そうありがとう。疑うのなら全校生徒のステータスを書いて見せてもいいわ。そうね、全く同じかどうかはわからないけど祖父も見えるそうよ。さあ先輩、私は何をすればいいのかしら。具体的には
私にプロデューサーとしての経験を積ませようと？他の目的もあるとプロデューサー志望としては自分で言い当てたいところだけれど、残念ながら思いつかないわ。答えを教えてちょうだい。それが動画配信をすることで覚醒するというの？プロデューサー？そんなあやふやな目算で。手探りでよく考え進むしかない。分かったわ。やってみましょう。対談の相手として期待の新入生をスカウトする。そういうことなら私の一押しはあの子。すでにチェックしていたようね。さすがと言っておくわ、先輩。私もそう思う。藤田ことね。アイドルパワー10万以上の逸材よ。アイドルパワーのことこれはね、ダンス、ボーカル、ビジュアル、アイドルに必要な3つの要素。私が見ているそれらを総合的に評価した指標なの。ありがとうプロデューサー。私たち気が合うのかもしれないわ。入学試験にギリギリで合格したポテンシャルゼロの新入生がいたとして、その子のステータスがちょうどアイドルパワー1000と考えてちょうだい。それはできない相談ね。私が見込んだアイドルを表現するとき10万って言いたいもの。あ、プロデューサー、琴音がどこかに行ってしまうわ。任せてちょうだい。行ってくるわ。ごきげんよう、琴音。今日も可愛いわね。ありがとうございます、会長。私に何かご用でしょうか？私のあなたへの思いはいつだって同じ。琴音、私のものになりなさい。ごめんなさい、無理です逃げられてしまったわ。仕方ないでしょ。初心者プロデューサーなんだから。私とユニットを組んでもらうためにずっと口説いているのだけど、出会った当初からあんな感じで逃げられてしまうの。私のスカウト、一体何が悪かったのかしら。それもそうね。分かったわ。琴音、ごきげんよう。会長、教室には来ないでくださいって言いましたよね。これを読んでちょうだい。仕事内容の資料よ。ほんと話聞かねえな、この人。対談の相手？私が？ええ、ぜひ。報酬が足りないのなら私のポケットマネーから。こんなの受け取れませんよ。逃げられてしまったわ。あなたが言ったことよ。彼女が大きな報酬を欲していると。そこまで言うなら見本を見せなさい、今すぐに。はい、プロデューサー、お仕事
プロデューサー、お手本をありがとう。見事だったわ。私あなたのこと嫌いよ。あなたとはセンスが合わないよね。ごきげんよう、初星学園の皆さん。獣王セナよ。私の生配信を見てくれてありがとう。今日は私が個人的に注目する期待の1年生と対談をするわ。さあ、いらっしゃい。1年1組藤田琴音です。よろしくお願いします。こちらこそよろしく琴音。ようやくあなたとゆっくり話せる機会が来たわね。嬉しく思うわ。光栄です。ちなみにこの生配信、ゲストは事前にタブレットを渡されてまして、私だけが視聴者のコメントを確認できるようになってます。あら、そうなの？はい、現時点ですでに視聴者からのコメントがたくさん届いてますよ。ものすっごいプレッシャーで今にも押しつぶされそうです。へえ、どんなコメントが届いているのかしら。お前は何者なんだよっていう私へのきついお言葉とかですね。全校生徒の皆さん、彼女は藤田琴音。私が才能を見出した初星学園の救世主よ。なんでそういうシャレにならない冗談を言っちゃうんですか。そう、冗談だと思われていたのね。これを見ている人たちも同じかしら。なら全校生徒の前で誓いましょう。私の言葉に一切の嘘がないことを。もちろん今のあなたはまだまだ未熟だけれど、私は信じているの。あなたが誰よりも強く輝く星に成長すると。そしていつか私に代わって学園を背負って立つアイドルになってくれることをね。いや、急にどうしたらいいか。そんな褒められたの生まれて初めてで嬉しいです。そんな顔されたら私まで照れてしまうわ。ですね。なんか変な雰囲気になっちゃったんで、気を取り直して対談を進めますけども、どうして1年生と対談しようなんて企画を始めたんですか？これは企画の発案者ではなく、あくまで私の考えだけれど、あなたたちから学ぶものがあると思ったからよ。学ぶものですか？そう、今の私にはないアイドルとしての魅力、数値では表せない何か。私ですらはっきりとは見えない星の輝き、それをあなたから学びたいの。会長にはなくて私にはある、数字では表せない何か。それってもしかして。あら、心当たりが？いえ、ただみんながまだ知らない獣王セナの魅力なら私知ってますよ。はい、それではここで某所から入手した映像を流します。聞いてないのだけど。何？ごきげんよう、初星学園の皆さん。獣王セナよ。はあ、
ダメね。緊張でうまく声が。ことね。何これは。1時間前の映像です。なんでこんなに緊張してたんですか？おっきなライブとかテレビ出演とか散々やってきてますよね。動画配信は初挑戦だもの。しかも生放送で台本もなしで幻滅させるわけにはいかないから、絶対に失敗できないし緊張するに。そうではなくて、どうしてこんな。プロデューサーの仕業ね。私知りませんでした。会長って歌もダンスも超うまくて、すっごく綺麗で冷静でかっこよくて完全無欠のアイドルだと思ってたんです。それはそうあろうとしているだけよ。私はアイドルだから。はい、初めて知りました。アイドルじゃない会長もいるんだって。ステージから降りたら人間に戻るんだって、そんな風に考えたら会長のこと今までより好きになりました。きっとみんなも。どう反応していいかわからないわ。みんなの知らない獣王セナの魅力はアイドルではない時の私。プロデューサー、私とても怒っているのよ。なぜだかわかる？そう、それはよかったわ。ではなくて、あなたよくもあんな不意打ちをしてくれたわね。まったく、私のあんな集大を全校生徒に見せるなんて。まあ琴音と仲良くなれたのは不幸中の幸いだったけれど、アイドルではない私の新しい一面をみんなに示すあなたの意図は分かっているつもりよ。けれどもっと他に見せるべきシーンがあったのではないかしら。例えば、そう、私が自ら能力カンパの特技を解説するシーンとか、ミステリアスな私の魅力を伝えられたのではないかしら。あなた今私の特技を幻覚って言った？一理あるわね。納得したわ。とってもね。あなたのことはより嫌いになったけれど。悪くも？そうよね。けれど必要なことだった。あなたはそういうのでしょ？分かってはいるの。さらなる高みを目指すには今の獣王セナを壊さなくてはならないって。場所を変えましょうか。私この学園が好きよ。学園に通い学び育ち、切磋琢磨するアイドルたち、小さな星々がみんなに支えられ光り輝いていく姿、幼い頃から見続けてきたの。この学園で多くの時を過ごしてきた。どんな生徒よりもずっと長く。アイドルになろうと思ったきっかけは？誰もが聞かれる定番の質問よね。私には答えられない。だって最初から好きだったのだもの。物心ついた時にはもうアイドルだったから。
そうあれかしと育てられ、敷かれたレールの上を歩いてきて、私はずっと幸せだった。私の全てはここにあった。愛しい星々がきらめく初星学園に。だからこそ学園の頂点に君臨する私は、最上位の偶像であらねばならない。幻滅させてはならない。完璧でなければならない。失望させてはならない。腐敗でなければならないの。学園の外には私よりもずっと有名で高い評価を受けているアイドルたちがたくさんいるわ。なのに私は真の頂点たる彼女たちと比較される場を、直接対決を避けてきた。一目見て分かったからよ。私は彼女たちに及ばないと。ブ様に負けてみんなの信頼を裏切ってもいいというの？いいわけがないでしょ。あなたって本当に嫌なプロデューサー。だったら何だというの？習っているわけないでしょ。私はまだアイドルなのだから。言っておくけれど、あなたの挑発に乗ったわけじゃない。私の愛しい星々を逃げる理由にはできない。それだけよ。